ワゴンプレミアムラインになります。年式は令和4年になります。令和7年80ハリアーです。カローラスポーツで2020年製になります。30ベルファイア後期ゴールデンアイズクールコンプリートカー仕様です。レクサス LS460 平成24年式です。120系マーク X の平成19年式になります。グラマースリート210年式は2013年です。ベルファイヤー令和7年式になります。ムーブキャンパス令和6年式になります。令和3年30アルファードになります。車種はステップワゴンプレミアムラインになります。年式は令和4年になります。この車のカスタムポイントは初期型のステップワゴンの当時のカスタムをイメージしてカスタムをしています。エアロはフロントサイドリアとクールのエアロを装着しています。その他にフロントのバンパーガーニッシュをワンオフで作ってもらっています。ボディはオリジナリティを出すためにボディ色に赤の差し色を入れて黒と赤にしています。グリルなんですが当時のカスタムをイメージして当時流行っていたアイライン一体型のグリルをワンオフで作ってもらっています。リア周りは当時をイメージしてゲートウィングをワンオフで作ってもらいました。エアロはクールのエアロなんですが延長加工をして下に長くしています。それと汎用のディフューザーを取り付けています。マフラーはワンオフのマフラーになります。フロントの足回りなんですがタイヤは難関で2253020になります。ホイールはワークの VS で KF シャープになります。サイズは 8.5J の42になります。このホイールを選んだ理由は90年代のステップワゴンのカスタムをイメージしていましてその時に流行っていた KF の復刻が出たのでこのホイールを選びました。リアはタイヤはフロントと通しになるんですがホイールサイズが 8.5J の27になります。あとはキャリパーカバーをつけていてアクスルも変えてあります。アクスルは4センチ上げ加工のキャンバーが5度になります。エアサスはエアホースさんのスーパーパフォーマンスキットを取り付けています。取り付ける場所は運転席と助手席の間のコンソールボックスがあった場所に取り付けています。なぜここにつけたかというとステップワゴンは3列目が床下収納になっていてトランクを潰してしまうと3列目が収納できなくなってしまうからです。こちらの車のカスタムやエアサスの施工は全て長野県にありますスタイル S さんにお願いしています。こちらの車は4年前に新車で購入しました。もともと車も好きだったので新車購入時にシビックのホイールを入れてもらいました。その後クールのエアロが出たこともありすぐにクールのエアロを購入しました。今は現状で満足しています。この仕様でこれからもイベントに参加していきたいと思っています。令和7年80ハリアーです。この車のカスタムポイントは足回りです。フロント足回りはワークのグノーシスで CVF20 インチで 10J のマイナス10です。タイヤサイズは24530の20でブレーキはバックグラウンドさんの6スポットキャンバーは12度でアーム類はバックグラウンドさんで付けさせてもらってます。リアなんですけどフロントとサイズは一緒でインセットだけ違います。マイナス20入ってます。ブレーキはリアもバックグラウンドさんのオリジナルブレーキを付けさせてもらってます。リアのアームは TD メンドさんのアームを使ってキャンバーは13度寝かしてます。エアサスはエアフォースのスーパーパフォーマンスキットを使っています。エアサスの取り付けはバックグラウンドさんでお願いしています。もともとプリウスを乗っていてバックグラウンドさんでエアフォースを取り付けさせてもらって乗り心地が良かったので去年ハリアーを納車してまたエアフォースさんを取り付けしたかったのでバックグラウンドさんで今回取り付けさせてもらいました。完成したばかりなので今の現状は満足してます。今後はドライブ行ったりイベント行ったり楽しんでいきたいです。カローラスポーツで2020年製になります。この車のカスタムポイントは外装と足回りに特にこだわってます。もともとは86用のラリーバッカーを大加工して付けてもらってます。カローラスポーツ用のエアロがなかったので、唯一無二を目指してこのエアロに決めました。
リアのエアロはウィングからゲートスポイラー、リアまで全部トムスでオプションでつけてます。マフラーもトムスで、ディフューサーは Z のバックフォーク純正をトムスに合うように加工してもらってます。フロントの足回りはワークのマイスター L1 をブレーキに合わせて太いホイールにしてます。 11J でオフセットはフロントがマイナス49になってます。タイヤサイズは255の35、ちょっと太めのサイズでムチムチ感を出してます。ブレーキはミスルパワーのガチストップブレーキがついてます。まだ誰もつけてなかったので真似されないことを前提につけてます。リアのホイールはタイヤがニットの25535、フロントと一緒で J 数もフロントと一緒の 11J ですけど、リアはオフセットマイナス62となってまして、そこにプラスワイドレが 30mm 入ってます。リアフェンダーは86用のラリーバッカーの膨らみに合わせてホイールを購入したんですけど、ちょっとサイズが合わなくて 30mm のワイトレをかませて調整してます。ドアノブは86用のラリーバッカーのデザインを生かすためにスムージングしてドアを開けるときは内側から開けられるようになってます。エアサスはエアホースのスーパーパフォーマンスキットにダブルコンプレッサーをつけてパイピングシステムで組んでもらってます。この車は新車で購入してから B ダッシャンで一から作ってもらってます。新車で購入してから6年経ちました。その間試行錯誤して今の形にたどり着きましたが、まだ納得できていないので、今後もこの車でイベントには出ていくと思いますが、その都度形はどこかしら変わっていくこともあると思いますが、その時は皆さん見てください。よろしくお願いします。30ベルファイア後期ゴールデンアイズクールコンプリートカー仕様です。この車のカスタムポイントは全部カスタムしているところです。フロントなんですけど、タイヤは E4530、ホイールはワークの CVS です。 10J のマイナス8です。キャンバーは 7.5 度、ブレーキはバックグラウンドの8ポット、ローターは380パイです。バックグラウンドのロールセンターアダプターをつけて J ラインのボルトに交換してます。リアはタイヤは前後通しの24530で、ホイールはワークの CVS、 10J のマイナス18です。リアのブレーキはバックグラウンドで6スポットの360パイです。スキッドレーシングのアッパーアームを入れて、ブリッツのミラクルアジャスターも入れてます。キャンバーは 10.5 度つけてます。エアサスはエアホースさんのスーパーパフォーマンスキットのダイヤモンドキットになっています。クール埼玉店で車庫調のベルファイアを買ったのですが、満足できずに乗り換えでエアホースさんのエアサスのフルコンプリートカーを購入しました。で、友達に紹介してもらってバックグラウンドで足回りホイールを変えました。現在はメンテナンス関係はバックグラウンドさんにお任せしております。今後なんですけど、足回りには満足しているので、オーバーフェンダーや内装をいじっていきたいと思っております。レクサス LS460 平成24年式です。この車は足回りにこだわって作りました。フロントなんですけど、タイヤはハイフライで 2253520 で、アルミはワークさんのイミッツで 9.5J のマイナス4です。リアなんですけど、タイヤは2353520、ホイールはワークのイミッツで 10.5J のプラス9です。エアサスはスーパーパフォーマンスキットのダブルコンプレッサーです。この車結構車重があって重いんで、ダブルコンプレッサーにして空気を早く溜めて上がるようにしました。もともと車庫調の車しか乗ったことなかったんですけど、普段お世話になっているショップさん、アキュームカンパニーさんに相談したところ、エアフォースをお勧めされたので、見せ方とか利便性とかを考えてエアサスを入れることにしました。今後なんですけど、足が全くノーマルなんで、アーム類入れて8度ぐらいのキャンバー前後つけて、内装天井とかピラーとかを張り替えたいなと思ってます。120系マーク X の平成19年式になります。去年のぶっちぎり杯ではオレンジ色だったんですけど、今年春取りに向けて赤のボールペンと、あとトランクオーディオ、その他内装をちょっとカスタムしてきました。以前と変わりましたところが、こちらのディスプレイと、あとダイコックのトランクオーディオに向けてアンプラッグを設置しました。今回に向けてトランクオーディオを作ったのと、このカバーを外すと床にエアサスのタンクが隠れています。横には今まで受賞したトロフィーをディスプレイとして飾っています。この車を買って10年目になるんですけども、買った当初が黒で、もともと自分が赤が好きだったので赤に塗り替えて6年ぐらい乗ってたんですけど、ちょっと飽きが来て、たまたま見つけた日産の純正色のオレンジが気に入ってオレンジにしました。
4年ぐらいオレンジで走ってたんですけど、もともとやっぱり自分が赤が好きだったので、さらにこのゴールドのラメを入れてちょっとオリジナル感を出して今回の色にしました。今ハッチの部分がまだ未完成なんですけど、次のイベントに向けて仕上げてきます。クラウンアスリート210、年式は2013年です。この車のカスタムポイントはボンネットのグラインダータトゥーと足回りです。ボンネットのグラインダータトゥーはローハンさんのボンネットを使ってます。光が当たるとグラインダーの模様が綺麗に浮かび上がってとても素敵です。リア周りはリアスポイラーが TRD のオプションのやつです。マフラーに関しては3キャッツのマフラーを入れてます。フロントなんですけど、タイヤのサイズは2153519です。ホイールはワークのイミッツで19インチの 9.5J です。アッパーアームはスキットレーシングを入れてます。ピロアッパーはエアホースさんのを入れてます。キャンバーは16度です。リアはタイヤサイズは2253519です。ホイールはワークのイミッツです。サイズは 10J です。フロントより深めのを入れてます。リアもキャンバーは16度です。エアサスはエアホースさんのダイヤモンドキットのダブルコンプレッサーを入れてます。もともとこの車は車庫帳が入ってたのですが、家に入れなくなってしまって、バックグラウンドの斉藤社長に相談したところ、エアホースさんがいいと勧められて入れる経緯になりました。段差など気にせず上げられるようになり、さらに下げることによって見せる車にできました。今後やってみたいカスタムはオールペンをしたいと思っています。華やかな色にしたいと思ってます。ベルファイア令和7年式になります。この車のカスタムポイントは主に足回りになります。フロントなんですけど、ホイールがワークのグノーシスの CVF20 インチ 10J のプラスマイナス0になります。タイヤが24530の20です。ブレーキはバックグラウンドさんのオリジナルのキャリパーとローターが380になります。あとロールセンターアダプター、ピロアッパーマウントはエアフォースさんのやつになります。エアサスなんですけど、今回バックグラウンドさんでエアバッグをオリジナルの3段のスリムに変更してあります。リアはタイヤは前後同じで、ホイールはサイズ一緒になります。オフセットだけマイナス5に変更してあります。ブレーキはバックグラウンドさんのオリジナルのキャリパーローターになります。ローターは355になります。エアサスはスーパーパフォーマンスキットのダイヤモンドキットにしてあります。タンクは新型のビレットタンクに変更してあります。30のベルファイアに乗ってたんですけども、その時もエアフォースのエアサスを入れてたんですけど、トラブルも一切なかったんで、今回の40もエアフォースさんにしました。自分が注文するタイミングで新型のタンクが出ていたんで、そちらに変更しました。今回の40は1からエアサス、足回り、ホイールは全てバックグラウンドさんでお世話になりました。こちらは今足回りブレーキなどもやってだいたい完成形になります。純ベタで満足しているんで、ドライブ行ったりイベントなどでたくさん行けたらいいなって思っております。ムーブキャンパス令和6年式になります。カスタムポイントは足回りになります。ホイールは BBS の RS になります。サイズは 6.5J プラス34になります。タイヤは1654015になります。サイズは前後通しです。 J ラインのアクスル交換してます。エアサスはエアフォースのスーパーパフォーマンスです。キャンバスはもともと持ってたんですけど、エアサスをつけるにあたってキャンバス用がなかった時にエアフォースさんキャンバス用を作ってくれるということで、エアフォースさんにお願いしました。四輪館さんは昔から知っていたお店でお付き合いはなかったんですが、エアサスをつけるにあたって初めて相談に行かせてもらったって感じです。それでエアフォースさんを探していただいて施工をお願いしました。で、今はメンテナンスも含めお世話になっております。今後はブレーキを考えています。ブレンボは入れたいと思ってるんですが、サイズの関係もあってショップさんと相談中です。令和3年30アルファードになります。外装とオーディオの方をこだわってやっています。
ボンネットはシックスセンスになります。バンパーの方はロジャムになります。でスポイラーの方はクールさんになります。ロジャムのグリルの脇にストロボを加工して付けました。フェンダーの方はローエンさんのフェンダーになります。オーバーフェンダーの方は加工して付けてもらってます。サイドの方はブラックパールの製品になります。この部分だけオリジナルで加工しています。リアウイングの方はクールさんになります。ガーニッシュの方もクールさんになります。テールランプはバレッティさんになります。リアバンパーの方はローエンさんのものになります。でリアのスポイラーもクールさんのものになります。フロントの方なんですけど、タイヤは2453522になります。ホイールの方はワークスのグノーシス CVF の 10J のインセプトがマイナス15の22インチになります。ブレーキの方はバックグラウンドさんのキャリパーが8ポットでローターの方が380パーになります。リアのホイールの方はフロントと一緒で通しです。ブレーキの方はバックグラウンドさんのローター径が360パーで6スポットになります。オーディオの方は全てロックフォードさんのものになります。エアサスの方はエアホースさんのダイヤモンドキットを使っております。バックグラウンドさんの方にお世話になってで、それでエアサスを相談させてもらって、やっぱ段差とか乗り上げとかの時に車高自由に変えられた方が楽なのでエアホースさんにしました。最後にやったのがルーフボックスをちょっと塗装したので、これでもう完成にしたいと思います。あとはもうイベントとか出て楽しみたいと思います。